やっとようやくは希望予定の時間があるイメージ。ついにとうとうは時間が経ってその結果になったということ。希望、予定と結果。じゃあまずやっとようやくから。約束の時間は9時なのにまだ田中が来ない。そして9時半になって田中が来た。あ、田中、やっと来たよ。ようやく来たよ。はい。田中が来るのを待ってて、来た時に、やっとか、ようやくを使ってますね。そう。じゃあ次の例を見ようか。漢検3級に合格したくて勉強している田中。2022年に合格するつもりだった。でも落ちた。そして次の2023年、また受けた。でもまた落ちた。そしてまた次の2024年、やっと合格した。ようやく合格した。合格するために一生懸命勉強したってことですよね。遅刻と試験の合格。どんな共通点がある？遅刻の例は9時に来る予定だけど、9時半に来てやっと来た。試験の例は2022年に合格したかったけど、2024年に合格してやっと合格した。どちらも予定とか希望の時より時間が経ってますね。そういうこと。やっともうようやくもうその結果が起きる前にもっと前に起きる予定とか希望があるイメージ。なるほど。じゃあ結果までに待ったり耐えてる時間があるってこと？そうそう。この2つの例では9時とか2022年とか具体的な時間だけど、具体的な時間じゃなくても結果よりも前に起きる予定、希望だったってイメージで使えるよ。なるほど。この時間が重要ですね。そう。この結果までに経ったある意味ネガティブな時間がいろんなニュアンスを意味してる。田中の遅刻の例で言うとどんなニュアンスがある？9時半に来て遅えよみたいなニュアンス？そうそう。もっと早く来いよってことだね。試験の例は？合格したかった2022年から2024年まで耐えて頑張ったってこと？そうそう。この間辛かった。でも解放されたってニュアンスだね。なるほど。じゃあ頼んだ商品がもし予定通りに来たとしても、やっと届いたはもっと早く来て欲しかったっていうニュアンスもありますか？そうそう。その通り。なるほどね。じゃあ自分じゃなくて他人に使うとちょっと失礼な時もありますか？例えば？友達が就活してて泣いてもらって、あ、やっと終わったんだって言うと、決まるの遅かったねみたいなニュアンス。ああ、そうだね。ちょっとイラッとするかも。気をつけないとな。じゃあ逆に、やっと、ようやくを使うと不自然な例はありますか？これらは結果の前に予定だったり希望の時間がある。つまりいつか予定も希望もしてないものに使うとおかしい。例えば？お気に入りのスニーカーがあるとする。何年も履いてて、でもそれが壊れてしまった。この時にやっと壊れちゃったはおかしい。ああ、いつ壊れて欲しかったなんて希望もないし、いつ壊れる予定だったもうないからか。そういうこと。基本的に予定でもその時間に起きてほしいって希望でしょ。だからやっと壊れちゃったって言うともっと早く壊れてほしかったって意味になる。なるほど。じゃあこの場合は、なんて言えばいいですか？その時はついに壊れちゃったかとうとう壊れちゃっただね。そうなのか。で A さん、さっきからやっともようやくもどちらも使える例を出してますけど、この2つって違いはありますか？響き的にはやっとの方がようやくよりも
砕けた言葉の感じがする。でもようやくもう日常生活で使って問題ないよ。両方使えるのか。意味的にはやっとにはギリギリって意味もある。ギリギリ？例えば今の生活だと20万でやっと生活できるとか、このゲームのラスボスは俺でやっと倒せる相手とか。ああ、20万があれば裕福な暮らしはできないけど、ギリギリ生活できるし、他の人は倒せないけど、ゲームが上手い自分なら楽勝ではないけど、ギリギリこの敵を倒せるってことか。そういうこと。これらはさっき紹介した時間が経つこととはあまり関係ないから、やっとにはあってようやくにはない意味だね。ああ、なるほど。やっと意味がわかりました。もっと早く知りたかったのね。ああ、はい。まあわからなくてずっと調べてました。やっと、ようやく、自然？不自然？田中部長やっと退職すんの？それは予想外だしショック。不自然。最近になってようやく東京で電車の乗り方が分かったよ。自然。ずっとしたいなと思ってたんだけど、やっと先週から中国語の勉強を始めたよ。自然。うわー、ようやく携帯壊れた。落とさないように気をつけてたのに。不自然。はならないかもしれないけど、ちょっと同情する部分はあるよね。ようやく同情する部分出てきた。そうそうそうなんかね、じゃあ次、ついにこの動画がためになったら高評価、コメント、チャンネル登録、 SNS でのシェアよろしくお願いします。例えばついにケンドリック・ラーマーの新しいアルバムが出るとか、お金が貯まったからついに日本に行ける。ああ、その結果を待ってたってこと？惜しい。じゃあ次の例ね。お金がなくてついに友達にお金を借りてしまった。ああ、その結果を待ってないな。そうだね。じゃあどういう意味ですか？これは時間がかかってその結果になったって意味。ああ、やっととかようやくの予定とか希望の時間がなくて、単純に時間が経ってそうなったってことか。そうだから新しいアルバムとか日本に行けるとかいい結果になったことには、それを待ち望んでたって意味になるし、金を借りるとか良くない結果になったら、ここまで来ちゃったなって意味にもなる。文脈によるんですね。そういうこと。そして結果になったってだけだから、何も起こらなかったっていう結果にも使えるんだ。起こらなかった。例えば予定から30分経ったけどついに田中は来なかったみたいな。ああ、結局田中が来ないっていう結果ですね。そう、ついにはその結果、田中が来るが起こらない時にも使えるんだ。そっか。やっとようやくは何かが起こる場合しか使えないんですか？そういうこと。じゃあついにを使うと不自然な例はありますか？不自然っていうか、いつそれが起きるかっていう予定とか希望があったものには、やっとかようやくを使った方が自然に聞こえるね。ああ、なるほど。5時に駅に着くはずが道に迷って7時に着いた時に、ついに駅に着いたよりも、やっと駅に着いた、ようやく駅に着いたの方がいい。そういうこと。ついに駅に着いただと単純に着いてよかったって感情だね。でもやっとようやく駅に着いたは
遅れた悔しさとか、もっと早く着きたかったとか、そういう感情を表せるんだ。じゃあ次、とうとう。とうとう全国大会に来たとか、とうとう自分の車を買ったとか。ああ、これもなんかその結果を待ってた感じがします。うん。そしてとうとうも、とうとう仕事でミスしたとか、とうとう今日一日 Wi-Fi つながらなかったとか、ネガティブなことにも起きなかった結果にも使える。ああ、じゃあついにと似てますね。そうだね。使い方的には、とうとうもう時間が経ってその結果になったって意味だね。じゃあ何か違いはありますか？とうとうはついによりも過程を表現してるニュアンスがあるね。過程。その結果が起きるまでのことですね。そう。ついに車を買っただと、ああ、車を買うのを楽しみにしてたんだなーって思うけど、とうとう車を買っただと、車を買うまでにお金を必死で貯めたり、たくさん車について調べたり、家族の反対を押し切ったり、なんかそういう結果までに過程があったんだなって感じがする。なるほどね。じゃあ単純に別にそれほど過程がないこと。例えば、あそこのフレンチレストラン行きたいなーってずっと思ってて、ただお金貯めていくだけだと、ついに来たの方がいい。うん、そうだね。そこでとうとう来たって言うと、高いから諦めようかって迷ったり、店の前まで来て、いややっぱよそうってなったり、お金貯めるのに相当頑張ったり、なんかそういう過程がある気がする。なるほどね。ついに、もう、とうとう、もう、使い方は似てるけど、過程ってニュアンスは違うのか。じゃあ、この2つって日常生活で使えますか？ね、例えば今日仕事終わったらちょっと高いケーキ買って帰ろうって思ってケーキ買った時に、ついに買ったとかとうとう買ったは大げさだと思う。ああ、そこまで言うことじゃないと。うん。でも自分の中で大事なこと、ずっと行きたかった国に行けるとか、ずっと欲しかったものを買ったとか、そういう大きな感情があるならどちらも使って問題ないよ。そうか。どう使えるか、とうとう分かりました。いや、それはちょっと大げさだな。過去10年にわたって日本中の図書館回って調べてたんですよ。じゃあいいか。ついに、とうとう、か、やっと、ようやく。どっちがいい？見て、めっちゃ勉強して FP の資格取ったんだ。おお、合格したんだ。ついに合格したんだ。とうとう合格したんだ。7月のシフトまだ出ないんですかね。もうあと3日で6月終わりますよ。ああ、今日できたって。ああ、今日やっとできたって。ああ、今日ようやくできたって。俺らのバンド今度メジャーデビューするんだ。え、本当に？プロのアーティストだね。ついにプロのアーティストだね。とうとうプロのアーティストだね。大学4年間いろんな人に告白したけど、一回も恋人ができずに卒業だ。ついに一回も恋人ができずに卒業だ。とうとう一回も恋人ができずに卒業だ。